本日は S2000 2台紹介させていただきます。とにかくちょっと改造ポイントが多いので、土の子エアインテークシステム、クーリングカーボンボンネット、ハードトップのはい、よし君こんにちは。こんにちは。新年明けましたね。明けました。はい。はい。早速行きましょう。本年もよろしくお願いいたします。お願いします。挨拶はさておき、はい、今日紹介させてもらうのはもう早速行きます。今日ちょっと時間がない、日が暮れそうっていうのがありますんで、はい、早速行きましょう。どうせその、ね、見てる人もね、さっさと車紹介せえって話だと思うので、やっていきましょう。今日が紹介させてもらうのは何のお車ですか？S2000。S2000 ですね。はい。はい、S2000 をですね、2台ちょっと用意させていただきました。でたまたまちょうど買うことができたので、はい、普段あんまり買うことがない。前やったのって結構前だと思うんだよね。そうですね。半年前ぐらいかな、はい、だと思うんですけれども、意外とやっぱり売れるっていうのと、はい、結構ね程度がいい車比較的多く中古車市場で出回っているので、はい、仕入れに成功しましたという形でございます。でですね、今日紹介するこの2台なんですけれども、はい、S2000、前期、中期、後期、ざっくり分けるとそうかな、前期と後期っていうのがあるんだけれども、はい、間に中期っていうのがあったりとか、あと細かい変更結構入ってる車なんですよ。でも大きくは前期と後期っていう言い方にしましょう。はい、じゃあ吉弘君、前期と後期の一番大きな違いは何でしょうか？ S2000。前ちょっとね、はい、説明したと思うんですけどね。排気量。お、排気量正解です。前期は何 cc ですか？ S2000。2000cc。はい、後期は？なんかちょっと上がってる。上がってる。でしたね。覚えてるね。2200ぐらい。おお、正解です。珍しい。すごい。いいね。新年から調子いいね。そう。S2000 はですね、前期モデル、その S2000 という名の通り 2000cc でデビューした車で、で中期があって、で後期になって、で後期からは一番大きな違いっていうのはエンジン 2200cc に排気量がアップしているという形になります。ただし排気量がアップしたっていうことは基本的に一般的には馬力が上がる話じゃないですか。はい、この話も多分したと思うんですけど、はい、S2000 は、排気量が上がったにもかかわらず馬力が下がってる車なんですよ。そうでした。覚えてるでしょ？はい、そうなんですよね。馬力は下がってるんだけれどもトルクが上がっていて、はい、街乗りは乗りやすいと。いう形になっております。言い換えるならば、前期モデルに関しては最高馬力は高いもののトルクはない、簡単に言うと高回転型という形になっていて、ここがこの車の前期後期の大きな違いっていう感じになります。はい、はい、じゃあよし君、前期と後期どっちが前期でどっちが後期でしょう？これね、分かんねえか。こっちですか？値段が高いからはいなんとなくそうですね。これちょっとね、後期のヘッドライトに変えちゃったりとかしてるのと、はい、バンパーとかも変えちゃってるんで分かりづらいんですけれども、はい、こっちが前期型。先に内容言っちゃうと、前期のね一番初期のモデルになるんだけれども、2000年式、平成12年式になりますね。はい、で走行距離が16万7000キロぐらいの車で、色がね紫色なんですよ。はい、これまた後でちょっとちゃんと説明するんですけれども、はい、でこっちの後期型に関しては、2008年式平成でいうと20年式になりますね。走行距離9万6000キロで、色は黒ブラックですね、はい、という形の、2台になっております。でこっちなんかはホイールとか変わってたりさ、カーボンボンネット入ってたりとかさ、そうですね、あと結構いじってる感じなんですけれども、これもよくあるっていうか、そのうちで取り扱うねカスタムしてあるよっていう車なんですけど、はい、こっちに関してはアルミノーマルだし、そうですね、普通でしょ、そんなにいじってはないっていう感じなんですけれども、実はこれもですね開けると結構いじってあるという形なのと、グレードがタイプ S っていう最終モデルに追加されたちょっと特別なグレードなので、すごいお金がかかった1台と、すごく希少なタイプ S の後期モデルっていう形で、ちょっと紹介させてもらえればと思います。はい、じゃあ、2024年ですね、一発目やっていきましょう。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですね。回ってますか？はい、大丈夫ですね。はい、じゃあ本年もよろしくお願いします。お願いします。はい。
本日は S2000、2台紹介させていただきますという感じです。ちょうど前期後期あるんですけれども、まあ、比較ができていいよねっていうところがありますと。で一番初めまず前期型のこちら、いきましょう。年式がですね平成12年式、西暦でいうと2000年式になりますね。登録月がね12月になるので、これまたねさっきも言ったように結構 S2000 って細かくこう小変更があって改良されて追加色があってとかいろいろあるんですけれども、これはね一番初期型から一瞬ちょっと追加色が出たんだったかな確かのところのやつなので、一応一番土初期の2番目って言ったらいいですかね。で、走行距離が、16万7400キロ、結構まあ走ってる方っちゃ走ってる方かな。そうですね。なんだけど外装とか見てもらった通りかなり綺麗なお車です。で車検も、来年と言いたいんですけど今年なんだよね。2024年はね、今年の6月まで。なんか急に車検が短くなった気がするよね。で修復歴はなし、ミッションは6速マニュアルしか設定がないので、6速マニュアルのお車となっております。でまずはね、この車今いろんな車外パーツついてるんですけど、色がですね、パープルなんですよ。このパープル、なんていうパープルでしょうか。パープル、有名なパープルですね。パープルメタリックそれさ、33の GTR の時言ったのと同じじゃねえかよ。何でしたっけ。この色はですね、ミッドナイトパープルです。これもミッドナイトパープル。そう実はですねホンダ車にもですねミッドナイトパープルっていう色設定があるんですよ。ミッドナイトパープルとは違う。ミッドナイトパープルとは違う。違うんですよね。カラーコード、ホンダとね日産なんで全然カラーコードもちろん違うんですけど、カラーコードが PB73P っていう、カラーコードで、ミッドナイトパープル P だったかな、いずれにしろミッドナイトパープルなんですよ。なので、さっき言ったですね一番土初期型のその1個次っていう話したじゃないですか、そこで追加された色なんですよこの色。そうなんですか。そうなので一番土初期の土初期には設定がない色になっております。なのでこれはこれでね、結構珍しい、ね、色合いもすごく綺麗な感じですね。で何せとにかくちょっと改造ポイントが多いので、先に社外品の説明をここからしていこうと思います。お願いします。で、装着されてる社外品どこからいこうかな。外装から行くならば外回りね、まずはヘッドライト。いやこれ結構あれだな、いっぱいあるな。まずヘッドライトが後期モデルのヘッドライトに変わっております。いやこれでだからホームページ見てもらってさ、こんだけいろいろくっついてるんですよ。そうどんどんいきますよ。後期ヘッドライトでしょ。で、豊島の、クーリングカーボンボンネット、カーボンボンネットですね。で次がホンダ純正の、20周年アニバーサリーのねフロントバンパーエアロ、これね S2000 がもう生産終了になった後、20周年を記念してバンパーとかいろんなパーツがね一部発売されたんですよ、オプションみたいな形で。でその時しか買えなかったバンパーついてます。であとはこれね見ても分かんないよな。どんどんいきましょう。リアストレーキっていうのも20周年記念のやつで、ついております。あとは L クリエーションっていうのかなの、リアスポイラーがついております。ここのチビスポは、カーボンなのか何なのかこれちょっとメーカー分かんなかったです。で、外装いきますよ。次はホイールか。ホイールどんどんいきます。ホイールは、みんな大好き T37 ですね。入っております。インチは17インチですね。でタイヤは芝タイヤですね。芝タイヤというタイヤになっております。2022年だから去年じゃなくて一昨年なんですよ。もう一昨年なんですよ。に、なっております。フォロに関しては、前期型はここがビニールスクリーンだったんですよね。でもこれはガラススクリーンのものに変えてあるので、社外品かな変えてあるという形なんで、安心ですね。後でマフラーの音に関してはチェックしますけれども、これはね、ジェイズレーシングのエグゾーストデュアルっていうマフラーがついてありますと。左右のマフラーですね。これはこの間走行動画撮ってそうですね。なんでマフラーサウンドはねそこでも確認できますけれども、後でエンジンかけてみましょう。
外装はパッと見こんな感じで、はい。バンパー変えて後期ライト、カーボンボンネット、カーボンボンネットはね結構特徴的ですけれども、確かに。はいはい。っていう形の、ライトチューンな感じになっております。はい。 OK ですね。はい。じゃあ次は中行ってみましょうか。はい、じゃあ中見るときはちょっと分かりやすいように上開けますね。お願いします。はい。はい。このロックをここね、もうめちゃめちゃ簡単な、ここのロック2つ外して、はい。ここのレバーを開けてあげれば開くと。ただ一気に僕はあんまりやるのは好きじゃないので、一応ちゃんとなんか挟まってないかなとか、折り目大丈夫かなとかってやってから、はい、やるようにはしてる感じでございます。本当はねワンタッチでこういくんだよ。跡がついちゃったり、跡がついちゃったりしたら嫌だなっていうのもあるし、はい、これはガラススクリーンだったじゃん、リアがさ、はい、ビニールスクリーンだったら絶対折り目ちゃんとつけてやった方がいいです。確かに。はい。で、内装に関してはこんな感じで、レカロシートが左右ついてるんですが柄が違うと。柄違うでしょ、はい、なんで気になる人は合わせた方がいいと思います、はい、っていうシートが入ってたりとか、あとはハンドルがもものハンドルでしょ、はい、で、クイックリリース取り外しのやつね、はい、とかショートボスがついてたりとかしてます。これ NRG イノベーションズっていうメーカーなんですけれども、はい、大体クイックリリースってみんなワークスベルのを使うのが一般的っていうか、そっちの使ってる人の方が多いんですけれども、はい、これはね NRG イノベーションズっていうところのを使ってるという形でございます。ナビゲーションがついてたりとか、はい、そうそう、あとね車庫帳もテインのコンフォートスポーツの方の車庫帳が入っているのと、はい、あと減水力が、ここから調整できたりとか、アクティブの方だからこれ自動で、設定とかもできるのかな、はい、勝手にこう調整してくれるものが、ついていると。内装に関しても、あとは細かいところでいうと助手席の下にちっちゃいサブウーファー、カロッツェリアのね、これサブウーファーのリモコンなんだけどさ、はい、入ってたりとか、あとはこれですね、ショートシフト、ハイブリッドレーシングだの、ショートシフターっていうのがついていて、はい、カキカキミッションが入るという形になっております。ちょっとエンジンかけちゃいましょうか。はい、よいしょ。座って説明するんでね。こんな感じ。はい、でさっきのね取り外しできるのはこれね、はい、だったりとかもそうですし、でこれが減水力を自動で調整できる、調整してくれるものになってますね。今フロント9リア7ってなってますけど、はい、で GPS これ点滅してるから、もしかしたら GPS モデルなのかな。今これ確かにもう売ってないと思うんだよね、っていうのがあったりとか、はい、シフトのストロークも、こんな感じなんですよ。これしか動かない。なるほど、こんな感じ、はい、こんな感じですね。バックカメラもついてますね。本当。はい。いいですね。バックカメラいい？別にあってもなくてもじゃね。個人的に。個人的にね。はい。あとはこれも20周年のオプションパーツって言ったらいいですかね。オーディオカバーって言ってもオーディオ入ってないけど、はい、のが入ってたりとか、はい、細かいところでいうのはこういうのカーボンパネルとか、あとここも今これ焼けないようにタオル敷いてありますけれども、はい、アルカンターラ張りっていうんですかね。これは多分 DIY でやったのかな。ドアもそうだね。これ DIY でやった。だと思うよ。すごい。高級車っていうか欧州車に多いかな。よく見ますね。あれってその高級感とかっていうのもあるんだけれども、このフロントガラスの映り込み、反射がね少なくなるんですよ。そういう効果もある。あるっていうのがあるので、そういうのもやってありますよという感じでございます。はい、2台あるからどんどん行きましょう。エンジンルーム。はい。よいしょ。はい。続いてエンジンルームでございます。はい。ボンネットとかもめちゃめちゃ軽いから。やっぱカーボンで軽いですね。はい。エンジンルームは見てもらって分かる通り、結構手はっていうか細かいパーツは結構変わってる風な感じになってます。何より一番目立つのはこれですかね。これはすごい目立ちます。目立つよね。ジェイズレーシングの土の子エアインテークシステムですか。土の子です。幻のあれヘビ？幻の、はい、そう幻の土の子がここにいるという形で、これが
一番大きなところなんですが、まあ、それ以外にも、HPI かな、アルミラジエーターが入ってたりとか、はい、細かいところでいうと戸田レーシングっていうところの、軽量プーリー、この赤くなってるさプーリーってわかる？そう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 、はい、うん、こういうのが、変えてあったりとか、あとは駅マニは、富士壺ですね製のものが入ってたりとか、ちょこちょこ細かく変わっております。まあ、細かいのホームページに全部載ってるんで、はい、気になる人は見てもらえればっていう感じなんですけれども、っていう感じですね。はい、あとはさっきの減衰力調整が自動、本当はこれネジでさ、はい、通常は1回か降りて調整してまた車乗ってとかやるわけですよ。はいはい、でもそれが別にもう自動になってるんで、これも結構、楽なんじゃないかなと思いますね。はい、はい、さっき言ったようにそのS2000 っていつもやってる GTR とかよりも 32GTR とかだとね、平成2年3年とかさ、西暦で言うならば1990年とか91年とかっていうところから10年後の車なんで、2000年式でも、はい、でこっちでいうと18年後とかの車なんで、20年近く後の車なんで、やっぱりサビも少なくて程度もいい車が多いかなと。でエンジンルームもやっぱりしっかりで、こういったねストラット周りにサビとか特にないですし、はい、いつも気にする部分は気にしなくてもいいかなっていうのはあります。はい、まあとはいえやっぱりね16万キロ17万キロ走ってる車なんで、はい、まあ後々出てくる可能性はもちろんありますけれども、はい、でもやっぱり年式ってすごく大事なので、やっぱ新しい車は距離を感じさせない綺麗さなんじゃないかなとは思いますよね。はい、うん、まあこんな感じでした。はい、あとはまあ細かいもんかな。さっきのバックカメラ、スプーンのドアミラーレンズ、デジタルインナーミラー、無限スポーツペダル、20周年アニバーサリーフロアマットとか入ってたりします。はい、まあいろいろついてます。お買い得です。相当細かいパーツやってあるし、もちろん相当お金はかかってるんじゃないかなと。かかってそうですね、いう形でございます。ただお値段に関しては今出てますけれども、はい、247万5000円。はい、うん。なので、まあ、スポーツカーね高騰してるとはいうものの、まだ買いやすいモデルなんじゃないかなとは思いますよね。はい、うん、高いですか安いですかって聞かれたらちょっと答えづらいですけどまあ買えなくはないプライスじゃないかなと。で600万800万とかになってくるとさ、まあ、それは人それぞれ金銭価格が違うからあれだけどさ、はい、っていう感じでございました。 OK ですね。はい、はい、マフラーサウンドは後ほど比べましょう。はい、でちょっとフォロー締めます。これで閉めて、窓閉めてあげて、あ、最後に窓閉める。そうだね。で OK という感じでございます。はい、ではヨッシー君、はい、2代目、はい、紹介させてもらいます。2代目はですね、改めましてですけれども、平成20年式、はい、西暦でいうと2000年式になりますね。登録月は3月登録という形の S2000 で、さっき説明したように後期モデルの車になるので、はい、排気量は 2200cc に排気量をアップした車ですね。はい、パワーアップっていうとちょっと語弊があるので、排気量がアップしたお車になります。走行距離が96,700キロ、車検は再来年の3月なんで、まあ、1年と3ヶ月残ってる車、まあ、たくさん残ってる。で、修復歴なしと。で、こちらもですね、ぱっと見そのノーマルなんですけれども、はい、S2000 といえばオープンカーじゃないですか。そうですね。ですよね。はい、でこのソフトトップのオープンじゃないですか。はい、これはですね、ハードトップなんですよ。ソフトトップ。ソフトトップがあっちで、ソフトでしょ。はい、これじゃハードトップです。はい。はい、でただ S2000 にハードトップの設定はもちろんないので、これはですね、社外品といいますか無限の、グラスファイバーハードトップがついていると。なので、サーキットもいけると。まあサーキットルールって多分いろいろなところでいろんなレギュレーションがあると思うんですけれども、はい、基本的には多分オープンカーってロールバー入れなきゃダメなんだったっけな、まあ、そこら辺はちょっとよくサーキット行く人に教えていただければと思うんですけれども、はい、まあこれがあれば安心という形でございます。まずこれが一番この車の大きなところじゃないかなっていうのと、はい、外装からいくと、車庫帳がエナペタルの車庫帳が入ってて、はい、で、ローターは車外のスリットローターが入ってて、ちょっとさっき洗車した錆が出ちゃってますけど、多分一周走れば綺麗になります、はい、っていうのが入ってて、はい、まあだから足回りはそんな感じですよね。はい、はい、で、外装に関しては基本こんなもんです。はい、このウィングもタイプ S の純正ウィング。これは純正なんですね。はい、はい、この黒いエンブレムもタイプ S の純正。はい、はい、マフラーに関してもマフラーは普通の 2.2 リッターと同じだったかな、はい、形状でいうと純正です。純正。こんぐらいじゃないですか。純正オプションの
浸水式のドアミラーレンズ、レンズ。はい、はい。牽引フック、以上です。っていう感じなので、パッと見はもう純正ですね。はい、でもタイプ S なんでウイングが変わってたりとか、あとフロントバンパーの形状も違うんですよ、純正と比べると。はい、っていうところがあって、パッと見かっこいいんですけど、実はノーマルみたいな、そんな感じでございます。はい、タイヤもブリヂストンのポテンザ S007A、年式がこれもねタイヤ新しかったんだよね。2019年。新しくないか、もうこれで5年前になるんだ。そうですね。だね。新しくはない。でも山はあるんで、まだそのまま使えるかなっていう感じでございます。OK ですね。はい。はい。でですね、あとは次は内装行ってもらうんですが、内装は逆に言うと結構ちょっと手が入っている感じになっております。はい、残念ながらさっきみたいにちょっとオープンにはできないんですけれども、はい、ハンドルがまずナルディのハンドルが入っているのと、はい、何せこのフルバケットシートが、はい、この車は一番こう特徴的な感じで、はい、レカロとかブリットとかありますけれども、はい、これねエクスモーションアスリーツオレンジ、これは商品名か、ブリットがベースなんですよ。これホールド性がいいんだけれども、はい、背中に入ってるねジェルがね確かね結構特殊なやつ使ってて、はい、あんまり腰痛なりづらい、腰痛対策もしっかりされているという、フルバケットシートになっております。ただ結構これタイトなんで、ちょっと体格の大きい人だとちょっと厳しいかなっていう感じのフルバケットシートになってますかね。はい、であとはここの、ロールバー、ここについてるやつ、これが無限のロールバーがついていたりとか、あとはデフィの3連メーターですね、追加メーターがついてたりとかという形になっております。さっきアルカンターラみたいな話がありましたけど、こっちのシート生地に、これアルカンターラじゃないかな、これはねタイプ S の純正黒と黄色っていう形になってますし、今度助手席側ちょっと回っていただいて、助手席側のシート、これがタイプ S の本来の純正のシートなんですよ。黒と黄色のね、ちょっと高級感のあるシートですね。助手席側はこのノーマルのシートという形になっています。はい、では次エンジンルーム行ってみましょう。よいしょ。エンジンルームはこんな感じで、内装もねそうだし、外装もそうなんで基本的にはそんなに手入ってないんですけれども、はい、細かいので言うならば、これオイルキャッチタンク、はい、駅間にはノーマルだね、こんなカバーは別に、あとちょっと色あせがここ出てるけどね。で、はい、S2000 まだエンジンヘッドカバー出るんで部品、はい、気になる人は変えちゃってもいいかも、部品あるうちにね、はい、あとはオイルクーラーが、ここですね、トラストのオイルクーラーがついてるんで、はい、冷却に関してもバッチリという形でございます。こんなところかな。ほぼノーマルだから逆に言うとこっちはねオイルクーラー、オイルキャッチタンク、ハードトップにフルバケットシートでしょ、はい、一応そんな感じで、でもパッと見はほとんどノーマルの車なのと、あと修復歴もないので、はい、その点は安心かなと思います。はい、はい、一応こんなところかな。一応そんな感じで今日はこの2台をちょっと紹介させてもらいましたと。はい、で、前期型に関しては一番初めに言ったように、2000cc のエンジンで、後期型に関しては 2200cc のエンジンと、はい、これネット叩けばいろんな情報出てくるし、ちゃんと説明してくれる人がたくさんいるんで、はい、詳しくはそちらを見てほしいんですけれども、はい、ざっくり言うなら 2000cc 排気量が 2200cc 排気量が上がったにもかかわらず馬力は 2000cc のがある、馬力っていうか最高出力って言い方をした方がいいよね。はい、で、2000cc で250馬力あって許容回転数、レブリミットって言ったらいいですかね、はい、もう9000回転まで回るエンジンなので、はい、もう超高回転型エンジンだから、こっちに関しては結構高速道路とか、サーキットとかもそうですけど、高回転で回すと、はい、とてもエンジンが軽く回って楽しめる車というイメージになります。はい、ただし下のトルクは全然ないので、はい、そこでこっちの後期型になってくるんですけども、後期型になると、2200cc になって排気量アップしてて、はい、どこがカバーされてるかというと、最高出力っていうよりかはどっちかというと低中速域のトルクの方になってます。これねトルクカーブとか比較してもらうと分かるんだけれども、はい、本当に全然違うんですよ。全然違うというとちょっと語弊があるかな。でもねずっとスタートからずっとこうトルクの差があるんですよ、前期と後期って。はい、でそれぐらいその乗りやすさが違うので、事実乗り比べるとやっぱ街乗りはねこっちが全然乗りやすいです。そうなんですね。はい
っていう形の、2台でございました。ただまあ後期型やっぱり値段はねそれなりにしますし、でしかもタイプ S となればなお高いという形でございますので、予算も含めてですけれども、どっちが合うか選んでもらえればいいんじゃないかなと思います。でまあ人気があるのはどっちかなっていうと、意外と前期型のそのさっき言った高回転型の方が人気があるというか、まあ、売りやすいし売れる。なぜならばやっぱり値段も含めてですけど買いやすいじゃん。そうですね、っていうところはある。でこれちょっとねタイプ S だから高いっていうのはあるんだけれども、タイプ S じゃなくて普通の標準グレードであればあと多分150万ぐらい安くても350万ぐらいからかな、結構いろいろ選べると思うので、もしタイプ S までいらないよでも街中ゆったり乗りたいよとかっていう方は後期型でもいいかもしれない。一応そんな感じでございました。はい、じゃあ最後はエンジン音を聞き比べて終わりますか。お願いします。はい、ちょっとエンジン温めるね。こっちはもうだいぶ温まってるかな。じゃあ行きますか。はい。じゃあよし君こっちから行きましょう。はい。こっちはマフラーが入っている方ですね。ジェイズレーシングのマフラー。はい。いきますよ。はい。まあこっちはその駅マニとかさ、エアインテークとか入ってるから吹き上がりは純正よりもさらにいいと思うんで。すごいなんかホンダ車っぽいよね。でこれ今サイレーサー取っちゃってるからサイレーサーないんで結構うるさめですけれども、サイレーサーつけてあればもっと音静かになるんで。はい。こんな感じです。はい。本当にバイクみたい。でもいい音ですね。ホンダのエンジンってやっぱすごいよね。では今度こっちのタイプ S、こっちはノーマルなので、全然普通なんですが、とはいえやっぱり S2000 なんで、よっ、フルバケがねやばいんですよ。いきます。こんな感じですかね。はい。それでもやっぱホンダらしい。それなりにでもいい音が出ます。はい。あとはさっきのフルバケでいうとこんな感じのポジションって言ったらいいのかな。結構狭そう。結構きついよ。俺がね177、8ぐらいの身長で、体重が67、8ぐらいか今。これで結構ぴったりかな。ぴったりっていうかちょっときついかな。きついぐらい。いやハンドルもねもうちょっとこれちっちゃくてもいいんだよな。ちょっとねこうやるともうちょっと言い方変ですけどね、背のちっちゃい人向けというか、っていう感じがいいんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じでございました。はい。でよし君、やっぱり日がもう暮れそうなのでここら辺で締めましょう。そうですね。締めましょう。はい。今日紹介させてもらった S1002 台ですね。前期型のこちらが平成12年式、西暦2000年式の、S2000 ベースグレード、標準グレード、走行距離が16万7400キロ、周期歴なしで、こっちの車が平成20年式ですね。西暦でいうと2008年式、走行距離が9万6700キロで、こちらも周期歴なしで、こっちはグレードはタイプ S、前期型のたくさん社外品のついたかっこいい1台と、こっちが後期型の最後に追加されたタイプ S 特別なグレード、一応この2台を紹介させてもらいましたという形です。何か質問ありますか？この S2000 自体は他のスポーツカーと比べて安いというか、そこまで値段いってないイメージがあるんですけど、海外の方から見ると人気自体は S2000 あるんですよ。海外の人から見るとあると思う、あると思うんだけれども、S2000 自体がね、多分ね2000年式からだったかな、まだ多分ね25年経ってないですよ、いずれにしても。経ってないですよね。経ってないから、まだ値段上がってないんじゃないかなって俺的には思ってる。やっ
だから多分25年経てば例のごとく海外需要余計また加速していくので値段は上がっていくと思いますし、はい、でじゃあ後期型これとこれの間でさ、8年ぐらい差があるわけですよね、はい、8年ぐらい差があるんですけれども、さっき言ったように前期が値段上がれば、はい、やっぱ後期も輸出できるできないかかわらずグッと引っ張られちゃうんで値段自体は、はい、だからもし検討している人は、まあ、当然ね相場なんで上がったり下がったりがありますから、はい、あれですけれども、まあ、上がる可能性全然あるので、はい、検討している人は多分早めに買っておいた方がいいと思います。うん、それを言ったらうちも売らない方がいいんじゃないかと、まあ、実はそういう持ってた方がいいんじゃないかと。でもそれだと商売成り立たないので売りますけれども、はい、多分その要素はあると思ってます、はい、うん、でも逆に言うとまだそんなに反応してない気はするね。海外需要に、ね、チェイサー100系のチェイサーとか、はい、ER34 スカイラインとか、まあ、それこそ GTR とかみたいにギャンとこう輸出みたいな感じではないので、はい、S2000 自体は。なんで、まあ、早めに買っといた方がいいと思います、個人的に。そんな感じでした。じゃあそんな感じで本日この2台紹介させてもらいましたが S2000 ですよね、はい、S2000 ですよね、はい、次回の動画は、はい、S660 まで下がります。660、はい、660です。軽自動車です。前ちょっと紹介したね、あそこに寂しそうにいます。あいつです。ちっちゃいけどなんか面白いよあれっていう感じでやっていきましょう。じゃあ本日ここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。降りるのも大変。これで降りるの大変なんですよ。なかなかここのさ足がさこれだともう引っかかるからさ。これ正しい降り方が分かんない。正しい。まあそうだね。まあここ足関節が決まっちゃうよ。結構。まあちょっと今わざと降りづらい風をしてますけど。降りやすくはまあ慣れればなんとか。そう。以上おまけでした。はい。